あれ、もしかして今来てるのってあなただけですか？あれ、もう時間なのにな。動画聞くのとイベントに参加するのじゃハードルが全然違うじゃないですか。お洋服会は顔見れるんでいいですね。いや、見てますよ SNS。 だってフォローしてくださってるじゃないですか。じゃあまだね、全然時間ありますし、二人でおしゃべりとかしときますか。あれ、もしかして今来てるのってあなただけですか？あれ、もう時間なのにな。他の方がいつ来るかわかんないですし、来るまで二人で先にオフ会始めちゃいますか。じゃあオフ会のメインイベントとしてする予定だった体験型 ASMR のリハーサルさせてください。ダメですか？いいじゃないですか。じゃあ楽な姿勢になってください。今日いろいろ用意はしてるんですけど、まあ今は一応リハーサルなんで、私的にちょっと練習しときたいのとか、ちょっと自信ないのとか、そういうのを中心に使っていきますね。じゃあまずこれから。初めてのオフ会来てくださってありがとうございます。ハンドルネームって聞いていいですか？あ、あのいつもありがとうございます。さすがに一人も来てくれなかったらどうしようかなって不安に思いながら、今回のイベント開いたんですけど、もうね、あなたが来てくださっただけでもう十分今回のイベント開いた意味がありました。やっぱり単に動画聞くのとイベントに参加するのじゃハードルが全然違うじゃないですか。動画聞くのなんてスマホとか何かしらのその媒体があればね、ベッドに寝っ転がってだってお風呂に入りながらだっていつでも聞けますけど、イベントに参加するってなったらね、まず一旦その日の予定開けて、で開催場所とその自分が住んでる場所が離れてたら遠征費とかだってかかりますし、時間だってね結構かかりますよね。だからそもそも行きたいって思う人も少ないでしょうし、行きたいって思っても行けない人もいると思いますし、だからね本当に良かったです。一人でもねいれば十分なんで。ちなみに今日はなんで来たんですか？ちょっと待ってください。あれです。
理由じゃなくて手段の方です。Why じゃなくて How。 すいません、紛らわしい言い方しちゃって。なんで来たのってね、ちょっと誤解を生むとこだったんですけど、どうやって来たんですか、ここまで。飛行機で来たんですか？めちゃめちゃ遠いじゃないですか。じゃあわざわざこのイベントのために来てくださったっていうことですか？それは嬉しすぎますね。飛行機だとどれぐらいですか？そのくらいなんだ。私あんまりね飛行機乗らないから分かんなくて。飛行機ってなったらフライト時間だけじゃなくて搭乗手続きとかしたり、そのためにね余裕持って空港ついてかないといけないですし、あと飛行機だとね結構遅延したりすることもありますよね。本当ありがとうございます。それだけね遠いとこから来てくださったならね、めっちゃ大変でしたよね。でも多分一番遠いところから来た選手権1位じゃないですか。私がイベントとかしたらちょっとねやりたいことがあって、自分が前にこういうオフ会的なイベントに参加してた時に、主催者の方がイベントするたびに聞いてたのがどこから来ましたかっていう質問で、別にねこれよくある質問だと思うんですけど、それをね私もちょっと聞いてみたくて。私が参加した回では遠くから来た人はまあすごいみたいな感じで、別にね遠くから来たからってなんか前出て物もらいますみたいな、そういうのはねなかったんですけど、私が参加した時、私結構遠くから来てたんですよ。遠くから来てたっていうより開催場所が私が住んでるところからは結構遠くて、だから私結構遠くから来てた自信があったんです、本当に。自信持って私が一番遠いですみたいな。移動も電車乗ってで空港まで行ってで飛行機乗ってで降りてまた電車乗ってで会場まで徒歩でみたいな感じなんで、ほんと結構なね距離移動してきてて、さすがにね一番かなって思ったら、まさかの海外から来ましたっていう人がいて、もうさすがに勝てなかったです。
同じね飛行機っていう遠くから来る手段だとしても、ちょっと国際線とね国内線じゃフライト時間もフライト前にかかる時間も全然違いますし、もうね乾杯でした。私も行ってみたかったですね。海外から来ました。ロスから来ましたとかちょっとかっこよくないですか？パリから来ましたどこでもかっこいいんですけど、そういうの言ってみたいです。私がイベントで「どこから来たんですか？どこから来た自信愛していますか？」って聞くんで、その時は自信持って手を挙げてくださいね。一番かどうか保証できないですけど、結構遠くから来てくださってるんで。じゃあ次何にしよっかな。これとかこれ使ってみますね。私今日の回何やるかめちゃめちゃ悩んだんですよ。やっぱ ASMR 配信者としては ASMR 要素なんかないとなぁと思って。で最初に考えたのが、生配信的な感じで、その場で来てくださった方にそれぞれ自前のイヤホンつけてもらって、で私が普通にいつも通りの感じでこうマイク使って配信みたいな感じでして、それを聞いてもらうっていう。動画と違う要素としては、私が話したり音出してるとことかを生で見るっていうそれだけなんですけど、ちょっとさすがにその場面想像した時に、それぞれが同じ場所にいて同じ音聞いてるのに、その音イヤホン越しに聞いてるっていうシチュエーションがあまりにねシュールかなって思って、で今回みたいなちょっとこういう体験型 ASMR して皆さんにねマイク役になってもらおうかなっていう考えついたんですけど、
ね、この後他の方が来るか全然わかんないんですけど、本番ができたら他の方も来てまた楽しんでくださいね。別でこれ一応リハーサルなんで。次どうしようかな。これにしようかな。動画とかで記憶力にはね、まあまあ自信あるってちょこちょこ言ってはいるんですけど、やっぱね、画面上だけだと限界があって、その点でこういうオフ会は顔見れるんでいいですね。やっぱアイコンとかで覚えるよりも普通に顔覚える方が何倍も得意なんで、飲食店でね、アルバイトとかしてた時、私が覚えすぎてて逆に恥ずかしいってお客様に言われたぐらいにはね、結構ほんと顔だったら覚えられるんで。全然1回だけ来ただけの人とかでも覚えられるんで。でもさすがにその1回だと何かしら印象的なことというか、オフ会とかだとね、初めてなんで、ちょっとどうすれば覚えるかな。奇抜なこととかじゃなくても、なんだろうな、例えばバイトしてた時は飲食店でただ一回注文取っただけとかだったら全然覚えられないんですけど、でも例えばおすすめ聞いてくださったとか、同じものを何回か注文してたとか、何かしらこうあれば全然覚えられます。まあ私的に覚えやすい年代とか、まああと性別とかあるんで 100% 難しいんですけど、でも今日ね来てくださったあなたのことはね、もう顔だけじゃなくて頭の先からもうつま先まで全部覚えますよ。任せてください。
でもね、見た目以外のことはもうあなたに関して覚えてるんで。その活動を始めたね当初から応援してくださってるんで、今までいただいたコメントとか、あとあなたのね、その SNS とかからどういう人かっていうのはね、ある程度理解してますよ。いや見てますよ SNS。 だってフォローしてくださってるじゃないですか。でその変なもの載せてました。もう一回ちゃんと覚えたら、よっぽど記憶喪失とかならない限りは忘れないですよ、私は。なんかあなたのね SNS とかいろいろ載せてたのを覚えてますよ、見たんで。じゃあ最後これにしよっかな。どうですか？アイドルとかインフルエンサーさんをしてる人たちの中で古参とか新規とかって言葉がちょくちょく話題に出てるの見るんですけど、見たことあります？古参ってどのくらいの人のことを言うとかってあれ決まってるんですか？あんまり私の詳しくなくて、よく見るのは新規、中堅、古参っていう感じに3つに分けてるの見るんですけど、ってことはその3つで年代区切るなら均等に3等分して最初の3分の1の時期から推してる人っていう感じなんですかね、古参は。そういう感じではないんですかね。
が、1年活動してる人、活動始めて1年の人とかを応援してるなら、活動最初の4ヶ月以内から推してる人なら子さんで、例えば9年とか活動してる人を推してるなら、最初の3年以内から推してる人が子さんみたいな、そんな感じではないですかね。定義難しいですね。私にも何年も見てる配信者さんとかいるんですけど、だからってね、全然自分が子さんって感じはしてないですね。別に新規ではないなとは思いますけど、してる年数とその人に関する情報量って別に絶対比例するわけじゃないじゃないですか。だからずっと前から知ってるけど全て知ってるわけじゃないし、全て追ってるわけでもないから、お子さんなのかなみたいな感じで思ってて、じゃあ中堅なのかなみたいな。アイドルとかバンドとかそういうアーティスト系の人をしてる人たちとかだと、なんかお子さんならこの曲知ってるでしょって言ったりしてるんですけど、ずっと前から知ってるからって、例えばミュージックビデオないアルバム収録曲みたいなマイナーな曲を全部知ってるとは限らないですし、最近ね推し始めた人でもいわゆるマイナーな曲とか知ってる時ありますし、でもね、ずっとしてるからこそちょっとマイナーな曲とか知っておきたいって気持ちはねめっちゃわかるんですよ。自分がね推してるグループとかが有名になった時、知ってって言われて、でちょっとマイナーなのってすごいね子さんじゃんって思われたいみたいな。でもね、結局いい曲であればあるほどそもそも人気だったりするんで難しいですよね。そのマイナーな曲好きって言いたいけど、やっぱいいなって思う曲はもう有名でみんな知ってるみたいな。なんかいろいろ考えてたらね全然わかんなくなっちゃう。子さんとはみたいな。そういう定義私的には全然わかんないんですけど、見てくださる方がいる立場としてはね、やっぱいつから知ってくださってるとか
関係なく嬉しいですよね。まあ前からねこう知ってくださってる人だと単に私もやっぱ覚えたり、まあ、いわゆる認知してるとかあるかもしれないですけどね、あなたのことを私が分かってるみたいな感じで、これからもね見届けててくださいね。約束ですよ。だいぶ時間経ったのに全然来ないですね。今何時？あれ今日の深いって午後3時からですか？私は13時と勘違いしてました。あなたもですか？それで誰も来なかったのか。じゃあまだね全然時間ありますし、2人でおしゃべりとかしときますか。